はい、どうもゆうです。今回ですね、おすすめエボリューションを紹介していきたいと思います。で、特にターゲットとしては、ナンバー8と、あとはですね、今日来たエボを特に、ポイント絞って見ていきたいなと思います。今日っていうかこの動画撮ったタイミングなので、ちょっとタイミング的にはちょっとおかしいかもしれないんですけど、これですね、攻撃ポジション5、積極性5、冷静さ10、ペナルティキックが5ですね。冷静さもうちょっとね、上げてほしかったなっていうの、リアクションもそうですけど、85ぐらいに攻めてしてほしかったなとは思います。はい。両方ね、これ上がってんのに、90までいかないんで、ちょっとここは残念感はあるかなと思います。はい。で、の割に2しか上がらないっていうのもちょっと残念かなっていうところですね。ここが、もうちょっと上限上げてほしかったなってところですね。で、自分の今持ってる選手こうバーって見てる中で、この辺のジョレンテであったりとか、囲い干した、でバランとか、この辺もいたりとか、ラッシュフォードですね。直近でやったラッシュフォードであったりとか、もう入ってるんで、この辺も結構ありなのかなと。メンディーとかも。で、皆さんも多分エボ結構いろいろやってると思うんで、能力の上がり幅がいいやつを選んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。もしくはですね、シルバー系とか、今後の期待値も込みで、先に冷静さを82に上げとくっていうのも一つありかなと思います。やっぱり、シルバー系の期待の選手って、能力低すぎて、そこが上げれなかったりするんで、やっぱり、そこもありかなっていうところですね。っていうのは個人的に思っております。対象めちゃくちゃ多いんで、こうやっていっぱい出てくるんですけど、はい。で、一人めちゃくちゃおすすめ選手がいます。動画でも紹介したんですけど、これです。ちょっとね、これエボどうかなと思ったんですけど、ナンバー8を回線に使っちゃいました。はい。ただこれめちゃくちゃ良くて、ナンバー8使って、容赦なしつくエボやって、ジーニョマジックもやって、今日来たエボやるという風になってます。で、55です。55でポジが、RM、ワイドミッドフィルダー、CM で、ハーフウィンがボックス2ボックスのレジスター、で、RW で、ワイドプレイメーカーの、キャモンもできてワイド、プレイメーカーとなってます。で、ペースが90ですね。シュート86。この決定力が79なんですけど、シュート力が99の攻撃ポジション90、ロングシュートが90となっております。で、パスですね。視野96のショートパス96、ロングパス96なので、もう欲しいとこ全部96乗ってます。で、ドリブルも91、91のリアクション83、レース86のドリブル89、コントロールも88となってます。はい。で、ディフェンスが77ですね。でもインターセプトは84あって、フィジカルも88で、スタミナも85あると。スタミナ96で、フィジカルが85あります。で、アンカーとかにすれば、もう本当に中盤でも使えるような能力値で、守備も83あって、ペース94、でフィジカルも93乗るんで、めちゃくちゃ強いなっていう印象ですね。もしくは攻撃分上げるっていうのもありですし、ペースも十分あるんで、これ結構強いかなと思います。しかもプレスタもこれなんで、セッターって、鋭いパス、的確なパスの、あとは、テクニカルですね。で、ファーストタッチ、インターセプト、容赦なし、ブルーザーということで、優秀なプレスタだなと思います。本当にこれは。これは結構おすすめエボかなって個人的には思ってるんで、もし興味ある方はぜひやってみてもいいんじゃないかなと思います。それぐらいいいエボかなと思います。ただ、リスクアウトしたら、使用感読めないっていうのと、ケミが、スペインとかラリーガを組んどかないとちょっと合わないなっていうところと、あとはですね、CM、ワイマイっていうところで、これの上位互換、全然来そうなところではあるんですけど、これをなかなか、他の選手でも少ない感じだと思うんで、フィジカルも高いですし、全然ありかなとは思います、個人的には。はい。シュート系の指導とか、あとはラビットとか、この辺ですね、俊足とか含めて持ってたらもっと最高でしたけど、テクニカルもあるし、ファーストタッチもあるから、十分かなと思います。で、あとはですね、ちょっとおすすめエボ、せっかくなんで見ていきたいなと思うんですけど、
まあこんな感じでですね。まあナンバー8だと、まあ自分は、カイセドにしたので、まあ後ほど能力見てもらおうかなと思うんですけども、クリスチャードナードとか、まあ遠藤もありかなっていうところですね。この辺も全然ありだと思います。はい。まあルターを将来性作るっていうのも一つ出てますけど、まあそれは違うかなって感じはしますね。はい。で、今日来てたもう一個の英語ですね。まあテオとかやるのもありなのかなっていうところであったりとか、まあランパードであったりとか、まあグエンドジですね。SBC 来てたグエンドジとかもやるのも一つありかなっていうのと、まあ過去英語でやった選手を、今回ので上げるのは一つありかなと思うんで、まあその辺も見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、自分がやったエボなんですけど、カイセドの使用感めちゃくちゃ良くて、まあ、なんでカイセドにしたかっていうと、やっぱり今作結構使用感良かったなっていうところもあって、まあ、8号のやつをエボしたんですけど、ショーダウンのやつかな。で、まあ、CDM、CM で、まあ、ペースも86で、シュート81、パス84なんですけど、まあ、視野とショートパス、ロングパスは90超えてると。で、ドリブルも81で、まあ、若干数値低いんですけど、まあ、身長がそこまで高くないんで、まあ、ドリブルは軽いと。で守備値も86で、インターセプト89の守備意識87と。で、体感もスタミナ91の積成91となってます。はい。ということでですね、まあこれシャドウでも十分いいのかなと思うんですけど、プレイスタイルが鋭いパス、的確なパスプラスですね、今回のやつ来ましたと。で、的高も持ってて、パスカット、予測、スライダー、ブルーザー、で、まあシールドも持ってて、容赦なしと。めちゃくちゃ使用感いいですね。で、あとやっぱりこの CDM で結構、フォーメーション今組んでることが多いんで、まあ、そうなった時にこのボランチとか、あと、レジスターですね。プラプラなのはでかいなっていうところで、まあ、CM でも、まあ、今回のエボでレジスタプラプラがついてるんで、まあ、レジスタの、まあ、存在感がすごいプラプラで、すごいいい一流してくれるんで、まあ、カイセルも超おすすめ選手かなと思います。まあ、ただ、序盤に紹介した選手もエボ得たかったなっていうところがあるんで、まだエボしてない方は、ぜひそちらをやるのもありかなと思います。はい。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。まあ、こんな感じでですね、情報を出しております。まあ、今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、まあ、いろいろあって3つになったんですけど、まあ、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは、相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかと。どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、
ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなのかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入ってる方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。